こんにちは。大工の翔也です。今回からまたリフォームに入ります。この家の真ん中に、座敷2間あるんですけども、それを残して、もうあと全部水回り、今、玄関、縁側、大規模なリフォームになってきます。では、総集編、スタートです。重っ。これは飯前の力で持たれんわ。この現場のね、このリフォーム仕事のお話聞いたのが去年の10月ですか。そしてこれかかったのがもう11月になったと思うんですけども、最初にね、このリフォーム仕事この YouTube で上げさせてもらってもいいやろかお話言ってね、いいよっていただいて、そしてかかるようになったんですけどね、図面見せてもらって結構大掛かりなこのリフォームになってたんですよね。これを暮れにやって本当にやるんですか聞いたのを覚えてます。もう2月早くすれば正月にきっと間に合うと思うんですけども、冬場の住みながらのこのリフォームってね、本当に大変になるんじゃないかな。それがもう一番話聞いた時にね、心配しましたね。すごいこの蛇行してるんだよな。リフォーム仕事はね、解体から入ってったんですけど、このお宅で築50年、ちょうど自分が弟子に入った頃ですね。自分家も少しだけリフォームしたんですよね。うちの家でちょうど40年、この10年の差があるんですよね。パッと目にはよく似た感じの作りって言えば作りです。でも10年ってやはり現在もなんですけど、仕事の仕方とかね、いい道具に変わった時はね、ですからやはりこの仕事の内容がよく似てるようでも根本的に違うんですよね。大工さんのこの意気込みというか、もう姿が全然違いますよね。建物見たら分かります。この建物一人の大工さん2年かかって仕上げたそうです。何年かかったとか、その期間年数ではないんですけども、やはりこだわりを持ってね、しかっとこの仕事をしてありますよね。もう本当に頭が下がるぐらいの仕事してありましたね。本当に昔の古民家とかね、神社の社務所砕いたりとかしたことありますけど、そんなのはまた別ですからね。普通の民家で仕事が凝ってるわけではないんですよ。仕事をきちっとしてあるっていうのは、丁寧ないい仕事をした大工さんがされたんでしょうね。一通り解体が終わってね、まずはこの床から上げていきます。砕くのは、解体は高いとこから天井から砕いて、壁砕いて、そして最後に床を砕きます。やはりこれリフォームで作り直す場合は床からですね。まず床を決めて、水平ラインをきちっと出して、それをもとに家のかやりで壁、天井ってやっていくんですけども、でも床はね、このお宅のようにゼロまでスカッと綺麗にしてしまえば、手間は新築よりもかかりますけどね、新しい材料できちっと床の骨組みを作っていくんですから、しにくさはあっても完全に新築と同じような床ができます。かえってこの今いいレーザーがありますからね、レーザー飛ばして床スカッとすれば、もう新築よりもまっすぐにすることができます。でもね、なかなか全部が全部スカッとまっすぐにすれば一
ちもんでもないんですよね。既存の敷とかね、取り合いがありますから、まあいろいろ考えてね、とにかく床からやっていきます。でもね、解体してもう今の建物ですとね、床下って絶対っていうてほどコンクリートですね。土が見えて、まして使い石をこの据える、最初なんかこの石ですからね、土掘ってね、使い石据えてついてやって、これもう本当にこういう仕事って懐かしく思いますよね。床下の土がね、コンクリートに変わったよりも床の塚が構成塚、プラ塚に変わったってことがもう本当にこの床をする上で画期的に思いましたね。床の高さの調整がネジを回すように回してやれば上がり下がりがする、ジャッキみたいなもんですからね。最初の木の場合はね、1本2本はいいんですよね。3本4本入れてくるとね、1本効くと1本浮いてしまう。こっちを直すとこっちがまた微調整色になるんですね。あっち直しこっち直しってね、1部屋でなかなか1時間でできませんでしたよね。それが2部屋ぐらい、高さ調整なんか10分ぐらいでできますからね。プラスが垂れてしまえば、しかもシロアリに食われないっていいですよね。そして古い家の和風作りはね、いいか悪いか別としてね、壁が少ないんですね。部屋と部屋を建具で全部仕切ってあるんですね。だから建具ハウスでは大広間に8畳間4つとか5つがつながるような形状になってたんですね。それを今度はリフォームでそのまんま使うっていうのはなかなかね、建具ばっかではどうも使いにくいんですよね、正直。ですから2軒のとこを1軒にするとか、このお宅ですと2軒の鴨居、やっぱ下がってますからね、この真ん中にこの柱を垂れてやって、半分壁にして半分だけを2枚戸で入り口として使う。で半分は壁にすればテレビ置いたりいろんなもんを置けますからね。そして床はね、一番奥から張ってきました。正直このお宅真ん中で住んでらっしゃるんでね、今回はこの奥から和室8畳、そしてキッチン8畳、もう2つを完全にばらして、そして奥の方から1部屋ずつ仕上げてくる。このお宅は床はヒノキではなくて杉材で張ってきます。杉の30ミリの根ダレスですね。床は根ダレスでも、もう根ダはもう少し細かめに間隔狭く打ってあります。そして杉の根ダレスの30ミリの場合は断熱材は入れていません。正直ね、ヒノキ材ですと冷たいです。でヒノキ材ですともう入れてもいいかななんて思うんですけども、杉の場合はね、数値的とかそういうのはわからないんですけどね、暖かいんですよね。真冬で裸足でその上に立っても冷たくなってないってことなんですよね。保温力があるというか断熱性があるというかね、理屈じゃないんですよね。木の持っとる性質なんでしょうね。ですから今までこの根ダレスでめったなことないと断熱入れたことありませんね。床の次は天井ですね。天井をやっていくんですけど、今炊事場8畳なんですけども、ちょうど部屋の中心真ん中にね、2階の胴出しが行ってます。その胴出しがちょっと木が素直すぎてね、下がったんですね。そのまんま50年も経ってますから、木も結構硬くなってね、このままでも持つんですけども、この際ですからね、この念のために松のしっかりした
力木を入れてゾウ出しを受けてやるってことになりました。ほんでね、なかなか上いっぱい入れるっていうのもね、この無理ですから、半分ぐらいを見せるように化粧針として力木を入れていきます。いくらこの乾燥台でもね、やはりこの自松の正300になりますとね、持つのにもう2人でやっとですね、ましてこの高いとこ上げるの4人はかかりましたね。でもこれを入れることで絶対それ以上下がることはないですしね、化粧針として綺麗ですし安心感が残りますよね。そっち応援行こうか。入った入った入った。このように力木を入れたり、いろんな細工をする場合は別ですけどね、リフォームの仕事の中でね、一番既存に左右されないっていうのがこの天井張りの仕事ですよね。極端に言ったら建物のかやりに天井のフラットは左右されないってことなんですよね。下地さえフラットに打ち回してしまえば、もう中の空間はもう新品もリフォームも同じですからね。ですから天井張りはリフォーム仕事の中で楽な方ですよね。天井の次に窓のサッシを入れてたんですけどね、リフォームの場合まずサッシを入れるっていうことは、サッシを外して解体して外も絡みますし、解体っていう作業がついて回ります。今回ね、解体する人もちょっとこの手配がうまくいって合わなかったのもあるんですけども、古い出窓のついたまんまでその内側に新しいサッシを入れてきます。これはね、部屋の内側につける二重サッシみたいな感じの付け方ですね。というのは昔の木の出窓って言いますと、柱から外へ振ってあったんですね。サッシ寸法が柱と合ってない広めのサッシが出窓としてついてたんですね。ですからサッシを入れるのに十分余裕あるんですね。でまして新品をつけるときは少し小さめのねサッシを入れますから、こういうことができるんですね。後からの出窓の解体さえね注意して解体すればありかななんて後から思ったんですけどね。そしてこの窓枠、押し入れのこの枠、入り口枠というのをやっていきます。リフォームの中でね、正直一番厄介なのが壁ですね。壁はどうしても家が40年50年経ってますと必ずどっちか変えてます。もうまっすぐ折るっていうのはもう奇跡みたいなもんですからね。その帰りを直していくのはやっぱり一面一面しかこの直らないってことでね、それをもう根気よく一面一面直して、そして最後でボード貼る。ボード貼ってしまえばもう全然最初の曲がったイメージはなくなりますけどね。それでは和室についてる押し入れと神棚をやっていきます。左右に一つずつあるんですけどね、右側はクローゼット、左側は押し入れ。材料は同じで、よく似た作りになるんですけども、クローゼットの上に大きな神さんを置くスペースがあるんですね。神棚って言えないぐらい大きいスペースなんです。解体に入った時はもう神さん下ろしてくれてありましたから、最初の形を見てないんですけども、館があって、なんかいろんな置物があってね、もう賑やかなこの神さん棚らしいんです。ですからそれをこの再現するのにちょっとね一工夫がいったんですけども、クローゼットの上に神さんが乗ります。
左の押し入れはね、布団入れになります。右と同じように全面継ぎたばりにしてね、吸湿性のいい押し入れに仕上がります。このお宅のリフォーム仕事の中で一番ちょっと難しかったのがこの玄関ですよね。玄関の床なんですけどね、その前に玄関の上がりがまちが入る柱を立てなダメなんですね。もともとここにあったんですけどね、取ってしまったんでね、新しくこのヒノキの綺麗な柱を立ててね、そこへ同じようなヒノキの玄関がまちを入れてきます。石か。見てもらうと分かるように古いデザインの黒い玉砂利の土間タイル貼ってあったんですよね。これを生かして、そして白っぽい赤っぽいヒノキのかわちを入れる。この仕上がればコントラストというか、この色合いは綺麗やと思うんですけども、これなかなかね取り合いが難しかったですね。そこ行くまでにまずは玄関ホールといいますか、廊下といいますかね、もうとにかく広いんでね、8畳はね優にあります。この玄関ホールの床ももちろん同じこの杉台でね、家一見バリアフリーですから、最初に張った奥の方の高さでずっとこのフラットでね持ってきます。このお宅の玄関の床は折り金になってます。玄関ホールっていうとかまちから正面でしょうね。こういう床張りをしてね、一番怖いのが正直家一軒通しでの割り付けなんですね。床のこれ最初に一番奥の押し入れから張ってきてます。そしてここの玄関の上がりがまちのとこで床板が1センチ保険をかけてあります。一つ間違えたら3ミリ足らんようになったりね、こういうのがもう本当に怖いです。まあなんとかねあってくれたんでよかったですけども、家のなかなかこの全体の割り付けってね度胸がいりますよね。ここの玄関にはね、もう一段床板がつきます。小縁がつくってことですよね。小縁で黒い玉砂利とぴったりになります。玄関の石をね、これやり直してくれると仕事はとこの楽だったんですけどね、まさか石残してね、コンクリに合わせて小縁の上がりがまちを入れる。これもなかなかない仕事なんですけども、綺麗にこのまっすぐにね石張ってあるんでひっつけることができたんですけども、形のいい変わった小縁ができたと思います。小縁のかまち柱もそうなんですけども、ヒノキでしてます。ですからここへ杉の根だれスで床張るわけにはいかないんですよね。ですからこの小縁の360ぐらいの板の長さになったんですけども、この部分はヒノキの無地材で張りました。その方がね合いますよね。こういう役門といいますかね、玄関先だけはやっぱヒノキはいいですよね。玄関横には下駄箱収納があります。
そして昔の玄関ですからね、幅が1軒半あります。それを家族用の入り口とお客さん用の正面の広い入り口と柱で分けるってことですよね。家族はこの下駄箱の前を通って少し狭いですけども、そっちから入る。そういうふうに2つに分けた形の玄関の形になりました。ですから先ほど入れた玄関側地にね、柱を1本立てて、そしてまた玉砂利の石の上に小さな双板を置いて、また戸建ての柱を垂れてやってね、結構細工した壁を作って、なかなか難しい玄関でしたね。ヒノキ作りの玄関にね、のれんをくぐる。ここにのれんつるんですけども、毎日がのれんをくぐっていらっしゃい、料理屋風の玄関ですね。気分いいでしょうね。もともとの広いままの玄関、これも豪華ですけどね、このようにこの右側にちょっと細工してのれんをくぐって毎日出入りする、おつですよね。最後に残ったこの縁側のリフォーム、本当にね、こういう縁側砕いてますと時代を感じますね。昔はね、サッシがべっこべっこでね、そしてこの間にメイタ、ここのお宅ですとね、メイタどころか鉄板を張ってありますよね。こういう古い作り見てますとね、この家を建てた時にちょうど自分が弟子に入った時期と同じなんですね。いわば同期ですね。ここにまで土わざわざ。こんなところに土壁がいるか。この縁側ってね、風情があってのなんですけどね、やはりね、今の時代、いや、もったいないんですね。あればあってね、いいもんなんですけど、なくてもいいスペースですからね、そこに余分を当てるってとても今ではもう考えられませんよね。少しでもコスト低くして小さい家を建てる、そういう時代ですからね。でも昔はやっぱり見栄がありましたよね。よそ様以上にってことはないんですけど、やっぱりよそ様には負けたくない、そういうのがありましたね。やはり時代でなくなっていくのは和室の畳とかね、そこの縁側もそうですけども、昔からのこの日本古来のものがなくなっていってしまうっていうことですよね。寂しいですね。結局何やったの。これが上がってきたんやわ、敷が。そんなことある？じゃないかな。今回のこの縁側のリフォームっていうのは、この4軒あったら4軒の長さサッシが入ってました。もう昔はね、縁側の長さだけサッシ建具が入ってたんです。でも正直そんな広い面積に明かりはいらないですよね。今回はこの1軒半3弱狭くなるんですけども、1軒半のサッシを100も入れてます。これで十分です。本当にこの昔はね、明かりと開放感ですよね。そして断熱なんてまず考えていませんでしたからね。特にこの日本の建物って冬は想定してないんですよね。夏涼しく、どうしたら涼しくなるか、冬の寒さはぎっと我慢耐える、そういう考えでしたよね。夏重視の家でしたよね。3ミリやな。先生はこの辺ここで。
縁側の床でね、このお宅のリフォームの床は最後になります。やはり床張り一つでもね、リフォームはもうその場その場、その玄関のその縁側の作りがあります。ですから決まってないってことですよね。臨機応変って言いますけどね、やっぱしその場その場のベストな形にしていくのもこのリフォームの面白みというかね、難しさがありますよね。やっぱりシュワールやろ。その縁側なぶってる最中にね、今年最後の大雪みたいなものですね、ちょうど会いましてね、少し苦労しましたね。家の中心に住んでらっしゃる、もう何回もこの言ってくどいようですけども、その周りをずっとしていくこの難しさってね、もう本当に外を通れるから安心してたんですけども、雪で通れなくなってしまいましてね、ちょっと焦りましたよね。今まではずっとね、2軒の部屋を2軒で張ってきましたけども、この縁側4軒半の長い方にね張ってます。縁側の床ってね、幅によって張り方が変わってきます。このネザレスの場合で幅は6寸ですよね。6寸ですと、普通長い方向に張ります。一尺でどっちでもいいんです。もし450の床でしたら短い方に張った方が豪華に見えますね。これは床張りの余談ですけどね。リフォームもね、今度終盤に入ってるんですけどね、やはり家のリフォーム、当たり前のことなんですけども、一番多いのは外壁、屋根、そして家の中ですとやっぱ水回りですね。炊事場の床、トイレの床、そういうとこが多いですね。それと縁側も多いんです。縁側は床だけが傷むんですね。昔のサッシがこの悪かったんですね。結露をしたってことですよね。普通の窓と違ってね、結露のこの面積が大きいんですよね。一面に結露しますから全部下に下がるんですね。この床のサッシからこの3センチぐらい全部傷んでしまうんですよね。それと縁側は日差しで表面のこの塗装が劣化するんですね。ですから割と縁側の床っていうのはリフォーム多かったですね。よく言われるんですけどね、新築とリフォームとどっちが大変ですか、リフォームの方が反対じゃないですかって言われるんですけどね、なかなかこれ難しい話なんですけども、新築の場合ですとこの頃家刻みませんよね。一から隅をしてで家を建てて造作する、そういう場合ですとやはりね、家を建てる難しさ、それがありますけど、この頃の新築ですとね決まってますからね。こうリフォームの場合ですともうその現場その状態によって全部変わります。で一つ一つその場で決断してからダメだ。これがやっぱりリフォームは難しいですよね。それは新築は新築の難しさというかいろいろありますけども、やはりリフォームは狂ったとこを元に戻す、少し昔の技術が必要となってくるでしょうね。
リフォームの総集編いかがでしたでしょうか。11月から始まりましてね、足掛け3ヶ月半かかりました。こんなケース初めてだったんですけども、切さがこの真ん中に進みながらこのリフォームをしていった。本当にこの切さにね、この不自由させてね、ご迷惑かけました。このお宅のリフォームはまず解体から入りましてね、座敷2つを残して中は全部直ったような感じですね。それに外回りのサッシを入れ替えて外壁、もうほぼほぼ大きなリフォームでした。でも50年前のこの動作のね、今時のこのキッチン、真っ白な漆喰、もう本当に変わりましたよね。建物が変わったぐらい切さんは変わったな、喜んでくれてます。これでね、50年経ってほぼリフォームできて、またここからね、もう本体はしっかりしてます。家の作りはしっかりしてますからね、もうここから50年十分に進めると思いますよ。これにてこの現場のリフォーム完成です。以上、大工翔平でした。